サクッといこう。今日は米の値段から入るじゃん。朝じゃなくても財布がざわつく話ね。しかもまだ下がる流れは残っているのだ。まずは米の値段からなのだ。5キロで3768円はじわっと効くわね。毎回ちょっとずつ動くの。家計には地味に痛いじゃん。今月11日から17日の平均が3768円で、前の週より26円上がったのだ。4週ぶりの上昇なら見出しだけだと一瞬びっくりするわ。でもの推奨はまだ値下がりの流れは変わってないって言ってるよね。在庫量が去年を上回る中で値下げ販売も続いているからなのだ。上がったのに全体ではまだ下向きって相場って気まぐれね。銘柄米は3841円で32円上がって、ブレンド米は3541円で7円上がったよ。同じ米でも種類で動きが少し違うのだ。そこ細かいけど大事ね。私なら売り場で迷いそうだわ。平均だけ見ると見落としやすいじゃん。店ごとの値付けもかなり効くよね。こういう数字、みんなは高くなったって感じるのだ。僕はまだ下がる余地に目が行くのだ。待てる余裕があるならいいけど、日々使う分には気になるわよ。買い置きのタイミング、ちょっと考えたくなるやつだよね。じゃあ次は株の方の大きな動きを見るのだ。続いてはアメリカの株なのだ。ダウ平均ってアメリカ株の動きを見る大きな目安だよね。頂点、ピークをひとまず取り返した、そんな夜ね。メタン先輩、その言い方はちょっと強いって。22日の市場はアメリカとイランの協議が進んでいる見方で買いが先行したのだ。戦闘終結に向けた話が前に進むと空気が変わるものね。開始直後から買いが入ったのが勢いの強さって感じするじゃん。ダウ平均は一時前日終値から400ドルを超えて上がって2月以来の高値を更新したのだ。400ドル超って画面の色が変わるレベルじゃん。3ヶ月ぶりならかなり目立つ戻り方だわ。こういう日はみんなならまだ伸びると思う？あーしは材料が続くかを見るかな。私なら流れが途切れないかを気にするわね。市場は先の空気を先に移すのだ。私の財布にはその先回りが来ないけれどね。じゃあ原油の話につなげるのだ。最後は原油タンカーの話なのだ。エネルギーの流れって静かなのに重いわね。あーし、海のルートって一回止まると響く感じするじゃん。ホルムズ海峡は中東の原油がたくさん通る細い海の道なのだ。パナマ船籍って船の登録先みたいなものよね。それが出光興産の子会社が管理する IDEMITSU 丸なんだよね。25日にも愛知県知多市の事業所に着く見込みなのだ。日本企業が管理する原油タンカーとしては海峡封鎖以降で初めて通過したのね。積んでるのはサウジアラビア産の原油およそ200万バレルで、事業所内で製品にするよね。乗組員は3人の日本人で健康状態に問題はないのだ。まずは無事が何よりね。こういう話はそこが一番大事だわ。こういう船の動き、みんななら気にする？あーしはガソリンの先の話として見ちゃうかも。全面的に安全な航行が安定供給には欠かせないのだ。ENEOSK の船も5月に通っていて6月上旬頃到着の見込みなのね。じゃあここでちょっと寄り道していくのだ。ここからは一休みの豆知識なのだ。急に勉強モードね。悪くないわ。農業は土地の力を使って有用な植物を育てたり有用な動物を飼ったりする活動なのだ。植物だけじゃなくて動物も入るの、ちょっと意外じゃん。広い意味では毛酸加工や林業まで含むこともあるのだ。思っていたよりずっと守備範囲が広いのね。伝統的には第一次産業の一つで米の話にもちゃんとつながるのだ。概要欄にリンクもあるから気になったところはそっちも見てみて。コメントでどの話が一番引っかかったか教えてくれると嬉しいわ。今日は値段の動きと供給の話がつながった回だったのだ。次回もゆるっと集まろう。